2022年2月27日のポケモンプレゼンツで第9世代にあたるポケットモンスタースカーレット・ボイオレットが公開されました。発売は今年の冬なのですが、今から楽しみすぎるので、今回は PV で公開された新御三家の最終進化の予想をしていきたいと思います。ではまず図鑑の順番的に草御三家から。ニャオハ。今回の草御三家は猫モチーフのとっても可愛らしい子ですね。分類も草猫ポケモンになっています。御三家の中で猫がモチーフの子はニャビー族がいますが、ニャビーの最終進化のガオガエはがっしり筋肉の赤役プロレスラーニャンコです。似たような系統で被してくる可能性は低いと思いますので、今回は系統的にホックから魔法駆使的な感じでそのままの持ち味を生かした可愛い系になるのではないでしょうか。ということで、ドラマが考えた進化はこちらです。御三家の最終進化ってカラーリングは同系統ですが、カラーバランスは結構変わるイメージがあるので、ニャンハのお目目の意味であるピンクをもう少し入れようと思い、お花を咲かせてみました。新地方の舞台はスペインがモチーフになっている説が有力なので、フラメンコを意識しています。また、スペインで動物で調べると、上の方にスペインオオヤマネコという絶滅危惧種の子が出てくるので、ヤマネコっぽい雰囲気になるかもしれませんね。ツイッターでは、ニャオハタツナというハッシュタグが回るくらい、四足歩行のままの系統を熱望されておりますが、魔法駆使系統なら確実に立つのではないかなって思います。こんな感じのセクシーキャット系で爪がニョキッと伸びて鶴の文字とかしているイメージも考えたんですけれど、最終的にフラメンコっぽい方の案で選手しました。タイプは草フェアリーかわがままにゃんこ的な感じで草悪を予想しています。続いて炎御三家、ポケータ。私が見る感じ、ツイッターでは一番ファンアートが回ってきていますし、このほがらかでのほほんとした雰囲気が好きな方多いのかもしれませんね。説明にものんびり屋でマイペースと書かれています。分類は炎ワニポケモンなので、コロコロ可愛い頭身ではありますが、ワニがモチーフですね。トラムの予想はこんな感じです。どの世代も素早さ遅いどっしり枠とか、いかつい枠の子が1匹はいるイメージなので、ニャオハホゲータクワスの3匹だと、間違いなくこの子がその枠だと思います。御三家に爬虫類がモチーフのポケモンは、リザードン、ジュカイン、インテロンがトカゲ系統、ザローダがヘビ系、オーダイルがワニ系と、ニャオハの猫系統に比べるとたくさんいるんですよ。その中でタイプが同じ炎であるリザードンと、モチーフ元が同じワニであるオーダイルとは、なるべく被らない方がいいと思うので、本当は二足歩行にしようと思ったのですが、炎御三家って歴代で誰も四足歩行がいないので、結局二足歩行にしました。ホゲータは爪の色が黒なので、最終進化で色が増えるとしたら、黒の割合が高くなるのではないかと思い、こんな感じになりました。タイプはどっしり系なので、安直に炎地面、もしくは炎鋼と予想します。最後に水御三家、クワス。最初見た時にアヒルかなって思ったんですけれど、分類が小ガモポケモンなのでカモがモチーフですね。真面目で綺麗好きな性格らしいです。私は毎回ほとんどの世代を水御三家にしているので、おそらくこの子が相棒になるかなって思います。予想はこんな感じです。キバニーからのエース版的な感じで正当進化を意識しました。クワスの段階で頭の部分が帽子っぽかったので、そのまま水平さんみたいな帽子にしていくか迷ったんですけれど、カモという鳥は、私は飛んでいる姿よりも川とかでプカプカ泳いでるイメージがありまして、その中でも魚食性カモと呼ばれる種類がいて、鳥なのに潜水が得意な子たちで、そこを意識して頭のデザインは潜水艦みたいな形にしてみました。お目目にゴーグルみたいな模様をつけているのも潜水を意識してデザインしました。水の中では羽を魚雷みたいに飛ばしていったらかっこいいかなとか考えていました。タイプは歴代の鳥系の御三家が堅くなに鳥なのに飛行を入れないので、あえてこの子も水飛行でなくて潜水してこっそり近づくみたいなイメージで水ゴーストとかで予想してみます。いかがでしたか？スカーレット・バイオレットの御三家の性格のバランスが気まぐれ甘えん坊とのんびりマイペースと真面目綺麗好きって可愛くていいですよね。理想地方のリージョン予想は元になるポケモンありきなので、まだデザインを考えやすかったんですけれど、一からデザインを考えて予想するのってすっごい難しかったです。でも同時にとっても楽しかったので、またこういう動画作りたいなって思います。第9世代楽しみですね。スペインにナマコが生息しているのは確認できたので、ナマコ虫が生息してるといいなーって思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。楽しんでいただけていたらチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントもとっても嬉しいのでどうぞよろしくお願いします。ではでは。